はい、じゃあ、問題は配りますけども、裏返しのままにしといてください。ちょっと時間節約始めてあと何分か伸びるかもしれませんけども、チャイムで始まり、チャイムで終わる。できるだけそういう水で上位使って夏にちょっと見ちゃおう。じゃあ裏返しのままね。じゃあ始めます。じゃあプリントの方を開けてください。じゃあ今日やっていく問題です。一郎君の母は入院して1ヶ月になります。早く良くなるようにと弟と近くの神社に毎朝祈願することにしました。一郎君の財布には10円玉が18枚、弟の財布には5円玉が22枚だけ入っています。毎回そこから1枚ずつ硬貨を取り出して賽銭箱に入れ、どちらかの財布が空になるまでこの祈願を続けることにしました。ある日、祈願を終えた後、お互いの財布の中を見たら弟の金額の方が多くなっていました。祈願を始めてから何日目のことだったでしょうかって問題です。じゃあ文だけでちょっと分かりづらい点もあると思いますので、ちょっと図を見て確認したいと思います。じゃあ黒板の方注目。はい、これ一郎君の財布ね。それからはい、こちらは弟で、そこにあと賽銭箱あるよね。はい、じゃあまず一郎君の方から見ていってみるよ、ね、財布見ると10円玉しか入ってないね。これ最初いくら入ってるんかな。みんなでいくら入ってますか。はい、最初の、金額はい、それに対して弟の方5円玉しか入ってませんけども、いくら入ってる？110円、110円ということは最初の段階では、一郎君の方が、ね、金額にしてみれば多いわけだよね。じゃあ、この後、ね、毎朝、それぞれの、財布から1枚ずつ、硬貨を取り出して、ね、この賽銭箱の中に入れてるわけだね。じゃあまず第1日目、はい、一郎君の財布から10円、それからこちらから5円、ね、じゃあここから入ってこの賽銭箱、はい、この中に、ね、収まっていくわけだね。はい、じゃあこの段階でどうだろう。弟と一郎君、財布の中身金額にしてみるとどっちの多い？一郎君の多いやな。はい、じゃあ2日目、はい、やっぱりね、硬貨を、ね、この中に入れました。この段階でどう？一郎君のまだ多いか、ね。じゃあこういうことを、ね、毎日続けていったわけですけども、ある日の朝、ね、お互いに財布の中見せ合ったんだね。そしたら弟の方が多くなったんだよ。じゃあそのある日っていうのは、祈願を始めてから何日目のことだったんだろうね。じゃあそれをみんなに考えてもらいたいと思います。じゃあ、空いてるところ、ちょっとここのところは後で書き入れますので、ここ意外なところどこでも結構ですから、ね、メモするなり何でも結構ですからやってみてください。隣にいるよ。
もし一つの方法で見つかったら、ね、他の方法でもないかな。
で、こっちで、これどうやって求めたのこの値は。1日ごとに10円だけして、こっち1日ごとに5円。で、これは評価に求めたんで、計算に求めた。
そういうふうに考えました。はい、じゃあ、代わりくれるかな。じゃあ今ちょっと見回ってみましたら、いろんな解き方をした人がいますね。一人でほら2つ3つ見つけた人もいるみたいだね。じゃあこういった方法もあるんだよってことで、何人かの人に、ね、発表してもらいたいと思います。じゃあ渡辺君出てきて。君のためにあるんだとか言ってたよな。なんかさっきほらこんなの入れるのね、で入れてくるんだ、こんなまとめて入れた方が早いんですけど判断のかっこいい自分が重いなで、これが最後にはみ出してる僕やねえかな。1、2、3、4、5、6、7、8、こんくらいかな。これ落ちたはで、じゃあで言ってみて。これ何日目これ？15日目。はい、どうですか？じゃあ今、渡辺君の場合実際に、ね、これ入れながら、ね、中にはこういった線を引きながらね、チェックしながらやった人もいたようです。そうやって、15日目というふうに求めたわけだね。じゃあ自分もこの方法で、あるいはこの方法もやってみたよって人、ちょっと手挙げてみてる？はい、じゃあ手をしていいよ。じゃあ続いて、倉田君かな。はい。この辺に書いてみてください。上の方。じゃあ。
じゃあ考え方と、あと、何日目かというふうに言ってる。1日に1枚ずつお金を賽銭箱に入れていくわけだから、その日数と、あと残りのお金を一つずつ順々にやっていくと、15日目に弟の方が上になる。はい、ってことは答えは15日目。15日目。はい、いいよ。はい、じゃあ今の場合ですけども、こういった表を用いてやってたわけだね。じゃあ自分も線引いても引かなくてもどっちでもいいですけども、こういうふうに書いてみたって人。はい、じゃあ手を引くよ。はい、じゃあ続いて、望地君。じゃあこっちに書いてみる。先のところね。はい。はい、じゃあ説明してください。最初に一郎君が180円で弟が110円で70円の差があるんで、1日5円ずつ差が閉まっていくんで、それで70割る10マイナス5で14日目でちょうど同額になるんで、その次の日が差ができるんで、それで14たす1で15で15日目です。はい、ね最初今言ってたように70円下がったわけだね。それがこれ表を見ると65円、次60円、ね、5円ずつ、ね、縮まっていくから、そこに目をつけて求めつけたわけだね。自分もこの方法でやってみたよって人、はい、1人2人だかな。はいよ。はい、じゃあ続いて、渡辺由美さん。はい、じゃあこの辺に書いてみてください。それで、はい。で、x の値と、もし、答えかけたら、はい。で、x と y の値書いてから。はい。まず最初に180円持ってて、毎日10円ずつ出すんで、x が日数として残った金額を y とするとy イコール180マイナス 10x という式になって、で弟は毎日110円持ってて毎日5円ずつ出すので y イコール110マイナス 5x という式になって、いつ同じ金額になるかということを求めて、でx と y が14、40になって14日目に同じ金額になり、14日目が同じ金額で、次の日は一郎君は10円弟は5円入れるので、差が一郎君の方が入れる金額が多いので次の日は一郎君の残金の方が少なくなるので15日。はい、はいよ。ね。
はい、ちょうど文字を使ってやったわけですけども、その X っていうのは、ね、ちょうど、ね同じ金額なる日ってことで考えてくれたわけだね。まあその時の財布の中身を Y 円としてたわけだね。あるいは人によっては Y を使わずに、ね、これイコールこれっていうふうに書いてくれた人もいたようです、ね、じゃあこういった連立方程式あるいはX だけの方程式、ね、こういうのを使ってやってみたって人ちょっと手挙げてみてる。はい、いるね。はいよ。それからやっぱり文字を使ってるんだけどもちょっと違った式を書いてくれた人が何人かいました。じゃあその、式ってことで江川君、じゃあ最後紙だけちょっとそこで発表してみて。はい、そこでいいよ。はい。はい、いいよ。はい。じゃあちょっと言い方の方で。ね。180マイナス 10x 小なり110マイナス 5x。はい。じゃあどうしてこんな式ができたのかちょっと言ってみて。x というのはその期間を終えた後のある日のことで、それでそのある日弟の金額の方がその一郎君より多くなっていたので、つまりその180円持っていた一郎君、つまりある日の金額の差は金額は弟の方が一郎より多くなっているということで、110円持っていたのが初めの弟の金額だから弟の方が大きくなっていて一郎の方が小さくなっている。じゃあ先ほどね方程式あるいは連立方程式立ててくれた人結構いたわけですけども、この X の置き方っていうのはちょっと違うわけだね。最近の場合に同じ金額なる日を X で送ってくれました。それに対して今言ってくれたようにね、弟の方が多くなる日を X に一語問題そのままに置いたわけだね。はい、じゃあこういった式を自分も立ててみたよって人いるかな。はい、じゃあ2人かな。はい、じゃあこういった式ですけどもこれからやっていくね、こういった記号を用いての式ということで、不等式って言います。じゃあ、プリントのちょうどこの辺のところかな、四角の中に、この部分、この辺の部分ね、それから波線を打ってる部分のところに式、それから、言葉を、書き入れていきます。ここはいいかな、ここだけ切ろうね。はい、じゃあまた顔上げてくれる。もし書き取れない部分があったらまた後でその時に書いてもらうことにして。はい、こっちもちゃんと出ていいかな。じゃあ
実際絵学の場合ね、この後も計算で求めちゃってるんだけども、ただ今日初めてこれを見る人も多いと思うんだね。ですから今日はこの式が成り立つような x の値というのは実際に数字を入れてみながら、見つけていきたいと思います、ね。そのためにこれ後で書いてください、x の値、それから、左辺の値、そして、右辺の値で、その x に数字を入れたときに左辺と右辺どっちの方が大きいのかな、ね、それを調べていきたいと思います。じゃあ実際に数字を入れるって言っても一体いくつから入れ始めたらいいのかちょっと分かんないね。1からずっと入れていけばいいわけですけど、ただそうすると結構計算もたくさん書かなきゃいけないんで大変だ。そこで、さっきの解き方見るとどうやらこれ15点が出てきてるんで、15近辺の数字でちょっと見ていきたいと思います。じゃあ15付近ってことですから、それよりも前である14、13、じゃあこの後の16、17、ね、じゃあ18ぐらいまで、ね、調べていきたいと思います。じゃあ左辺ね、13をこの x に代入したとき、ね、180-10×13、みんなでこれいくつなる？それに対して右辺の方は 110-5× この x にやはり13を入れるとこれいくつかな？45、ということはこの場合左辺と右辺の値どっちの大きいですか？左辺の大きいね。ってことはこっちの大きいんだから大小関係というと、ね、大なりの記号が入るわけだね。ということは13っていうのはこの不等式が成り立つような x と言える？ちょっと向きが違っちゃってるね。ということは言えないからこの場合×言えませんよということでね、印をつけたいと思います。じゃあ同じようにしてじゃあ14入れてみたら、こっちも14入れてみたらいくつなるかな。で大小関係ね、どうなるかな。15の場合はどうかなってことで、ね、ここまでやってもらいたいと思います。でもし言える場合には丸印をつけていってみてください。じゃあそこまでやってみる。
ければ、こっちの大きければ成り立つということですね。書き終わった人はほら他人の見て自分と同じかどうかね比較してみている。はい、じゃあ黒板の方見てください。ね。どうだろう。自分のとこれ同じになった人はちょっと上げてみてる。はい、じゃあ試してみて。ということは、ちょっとこっちの記号を見てみると、この式が成り立つような x っていうと、15、16、17、18。この4つになってるね。ちょうど大小関係の方を見ると、最初は大なりだったけども、次イコール、次全部小なりになってるね。ということは、ここで変わってるわけだね。ということは、この式が成り立つような x の値っていうのは、基準になる14よりどんな数であっている？ 14 より、大きい数。ね。はい、このように、この式が成り立つような x の値、ね、この値のことを、前にも出てきていると思いますが、不等式の、解と言います。方程式の場合にもこの式が成り立つような x の値のことを書いてきたわけだね。不等式も同じように考えます。ちょっとまだ考えてくれる、ね、じゃあこの問題の答えですけども、先ほどの見るとみんな15日目っていうふうになってますけども、答えはそのある日っていうのは15日目だけかな。じゃあ誰か言ってみてる？そうじゃないかな。ちょっと今川島にちょっと言ってたけども、ちょっと言ってみてる。15日目から18日目まである。19日目は、なんで？ロー君の財布がゼロになってコンビニで終わりにする。19日目だともうないからな、お金がな。ってことは今言ってくれたように15日目だけじゃなくて、そのある日っていうのは15日はもちろん16日だったかもしれないんだね。たまたま見たのが16日、あるいは17か、あるいは18日の、いずれかの日だったんだね。はい、じゃあこの部分をね、プリントの下の部分に書き入れてください。
えていいかな。じゃあ今配られた小さい方のプリント、こちらの方ちょっと目を閉じてください。じゃあ先ほど読んでみるよ。祈願が叶って、母は無事退院することができ、その夜ジュースで乾杯しました。現在16のコップに 50ml、弟のコップに 80ml のジュースが残っています。母は16のコップにジュースを注いだところ、逆に16の方が多くなりました。何ミリリットル注いだことになりますか。不等式を立てて考えてみましょうって問題なんだね。はい、じゃあまた同じように図の方見てもらいたいと思います。はい、じゃあね、お母さんがね具合が良くなったということで、その夜、乾杯したわけだね。で弟の方はちょっとしかくっつけないんだけども、16の方はグイッて飲んでしまったんだね。ですからかなり減ってるね。あそこでお母さん、この後ね少なくなったってことでジュースを入れてあげたんだね。そうするとどんどん入っていますから、ジュースの量がこうやって増えてくるわけだな。そうしたら見たら逆に弟よりも多くなってしまったっていうんです。じゃあどれぐらい入れたのかって問題なんだね。これを不等式を、ね、こういった不等式を作って考えていきたいんだ。じゃあそのためには、ね、この場合何を x に置いたらいい？誰か何を x に置いたらいい？言葉で言いづらいかな。あるいはここだよっていうのもいいよ。はい、じゃあ江川君、一郎君が弟の分に注ぐのに必要な量、必要な量。じゃあ今の大体分かりました。じゃあ指で指してみて。で Y でどこか。要するにここが 50ml だから 80ml まで必要な量としてここまで、ここまでの量を X にしたらいいと思う。そうすると同じなるときってなるわけだね。あるいはじゃあ多くなったってことを考えると、等しい時っていうふうな時にはね、こういったことも考えられるけども、多くなるっていうふうな見方もできるわけだな、不等式の場合ね。その時はちょうどこの状態でいくとどこの部分？求めたいものなんだっけ、この場合。増えた量だね。ですから、不等式ってことを方程式だったらちょうどここでも、ね、できるし、あるいは不等式を立ててみようと思ったらそのままズバリを X に置いてもいいかもしれないね。はい、じゃあ図に X ミリリットルって書き入れて、この関係をね、こういった記号を使って表してみてください。式だけでいいよ。中にも表を作って数字を入れようって人いますけども、こっちの方がこれの方によって式作りますよ。じゃあ時間の方もあんまりないんでちょっと終わるんですけども、はい、じゃあ誰かに式言ってもらおう。はい、こういった式になります。はい、言い方これで、これ使えばいいんだよ。結構みんなしたやつだと。はい、じゃあ須田さん言ってみてください。
はい、大なり、はい。はい。はい、自分もこういった式ができたって人。はい、じゃあ手を挙げていいよ。じゃあ、この式の、解。要するにこの式が成り立つような x の値っていうと、どんな数っていうふうに言えるかな。誰かどう？この式が成り立つような x の値というと、はい、じゃあ渡辺恵美さん。はい。30より多い。30より多い。まあ数にしてみれば30より多い数。じゃあ30より多い数っていうのはどういうのかってことでちょっと数直線で見ていきたいと思います。でちょっと角の後にしてこちらの方を聞いてくれる。はい、じゃあ0をこの辺として、30をこの辺としてみるよ。じゃあ今、30より多い数って言ってくれましたけども、じゃあ例えばいくつが考えられる？ 30 よりも多い数っていうと具体的に50ってもあるね。じゃあこの間で言うと30.1 かあとは他には30.11 他には40ね。じゃあところで、30より多い数ってのは今12344つ出てきてましたけども、いくつぐらいあるんだ？無限にあるね。要するに30は入るか入らないか、入らないけども、ね、30.1 のよりちょっとでもこっち来ると30よりも多いってことになるわけだね。ってことはここに引かれてる部分ってのは全部入っちゃうというと、答えはっていうと、ね、これを使うと30ミリリットルより、ね、多い量、ということになるね。じゃあ、時間の大きさってるんで一回ね号令が終わった後書いてもらいたいと思います。じゃあ一旦切ります。起立。で映さなくていい。この部分でこういった考え方もあるよってことだけね知ってもらえればいいです。